皆さんこんにちは。花です。今日は私たちが生きるこの宇宙について、その始まりから現代に至るまでの壮大な物語を紐解いていきましょう。宇宙の始まりといえば、約138億年前に起こったとされるビッグバンから始まります。しかし、ビッグバンとは一体何だったのでしょうか。ビッグバンは宇宙が非常に高温、高密度の状態から膨張を始め、現在のように消え広がった状態に至るまでのプロセスを指します。この膨張は今もなお続いており、私たちの宇宙は秒速数キロメートルの速さで広がり続けているのです。しかし、このビッグバンがどのようにして起こったのか、その詳細はまだ解明されていません。科学者たちは様々な観測と計算を通して、その謎を解き明かそうと日夜努力しています。ビッグバンが起こる前の宇宙はどうだったのでしょう。これは今のところ誰にもわかりません。しかし、ビッグバンを理解することで、宇宙の未来を予測する手がかりを得ることができるかもしれません。私たちの宇宙がどれほど広大で複雑であるかを考えると、そのすべてを理解することは非常に難しい挑戦と言えるでしょう。それでも私たちは宇宙の秘密を解き明かそうとすることで、新しい発見をし、未知の領域へと足を踏み入れることができます。例えば、ビッグバンの膨張を支えるダークエネルギー、見ることのできないダークマターなど、まだまだ解明されていない謎が多くあります。私たち人類は、これらの謎を解くことで、宇宙という壮大な舞台での私たち自身の役割をより深く理解することができるのではないでしょうか。宇宙の壮大なスケールについて考えたことはありますか？今日は私たちが住む銀河系から始まり、宇宙全体の構造について探求していきましょう。私たちの太陽系は銀河系と呼ばれる巨大な星の集まりの一部です。銀河系には約2000億個以上の星が存在し、その直径は約10万光年にも及びます。しかし、銀河系は宇宙に存在する無数の銀河の一つに過ぎません。実際、私たちの宇宙にはおよそ2000億個の銀河が存在すると言われています。これらの銀河は宇宙の膨張とともにお互いに離れていっていますが、一部の銀河は互いに引き寄せられています。銀河同士が衝突、合体することで、より大きな銀河が誕生することもあります。宇宙のダンスは常に続いているのです。宇宙の構造は大規模な銀河の集まりから銀河団、銀河群、超銀河団といったより大きなスケールにまで及びます。これらの巨大な構造は宇宙の膨張とともに変化し続けており、私たちの理解を超えるスケールで動いています。宇宙の膨張を理解することは、私たちの存在と私たちが住む場所をより深く知る手がかりとなります。この宇宙の踊りを通じて、私たちは宇宙の年齢、構造、そして未来について学ぶことができるのです。宇宙のスケールとその構造は
私たち人類にとって最も神秘的で魅力的なトピックの一つです。宇宙の起源については多くの理論がありますが、現代の科学ではビッグバン理論が最も広く受け入れられています。今日はこの宇宙の始まりについて一緒に探求してみましょう。ビッグバン理論によると、宇宙は約138億年前に非常に高温・高密度の状態から膨張を始め、現在のような燃え広がった状態になったとされています。最初はすべてが一点に集まっていた宇宙は、一瞬のうちに膨張を始めました。この瞬間をビッグバンと呼びます。ビッグバンから数分後には宇宙は十分に冷えて、原子の核が形成されるようになりました。そして数百万年後、最初の星や銀河が誕生しました。このビッグバンの証拠として、宇宙背景放射という微弱な放射線が観測されています。これはビッグバンの名残と考えられています。しかし、ビッグバン理論が全てを説明しているわけではありません。例えば、宇宙の膨張が加速している理由や、ダークマターやダークエネルギーといった謎の物質、エネルギーについてはまだ解明されていません。宇宙の誕生とその進化についてはまだまだ私たちが知らないことが多いです。しかし、それが私たちを魅了し探求し続ける理由なのかもしれません。宇宙の起源について考えることは、私たち自身の存在について考えることでもあります。私たちはこの宇宙と共に生まれ、そして進化してきたのですから。宇宙の始まりに思いを馳せながら、私たちはこの無限に広がる宇宙の中で自分たちの場所を見つける手がかりを探し続けています。ビッグバンから始まった宇宙の物語はまだまだ続いています。私たちと一緒にこの宇宙の謎を解き明かしていきましょう。宇宙に広がる無数の星々。ただ静かに輝いているように見えますが、実はそれぞれに生まれては消えていく壮大な物語があります。星は巨大なガス雲が重力によって収縮し始めることで誕生します。この時、ガス雲の中心部分の温度と圧力は上昇し、核融合反応が始まります。核融合反応が始まると、星は自らの重力による収縮を光と熱エネルギーで押し返し、バランスをとります。これが星の主系列星の段階です。太陽もこの主系列星の一つであり、約50億年間の間、安定した状態で輝き続けています。しかし、この状態も永遠に続くわけではありません。星が燃料となる水素を使い果たすと、外層が膨張し、赤色巨星になります。そして中心部ではより重い元素へと核融合が進行します。この赤色巨星の段階は比較的短く、最終的には星は外層を宇宙空間に放出し、残った中心部分が白色矮星となります。白色矮星は非常に密度が高く、冷却されると黒色矮星へと変わりますが、この過程は非常に時間がかかります。一方で、
非常に重い星の場合、最後は超新星爆発を起こし、この残骸から中性子星やブラックホールを誕生することがあります。星の命はその大きさや質量によって様々な運命をたどりますが、どの星も宇宙の進化の一部として輝き続けています。そして星々の命のサイクルは、新たな星や惑星を生み出し、宇宙の物語を紡いでいきます。宇宙の壮大なスケールで見れば、私たちの存在はほんの一瞬星屑に過ぎません。しかし、この小さな星屑が集まり、美しい銀河を形成しています。銀河は数千億もの星と、それを取り巻く惑星やガス、塵から成り立っており、その中で生命が生まれています。私たちが住む地球も、この広大な銀河の一部。地球から見上げれば、夜空に散りばめられた星々が銀河を形作っているのが見えます。銀河系は約1300億年前に形成され、私たちはこの長い時間の中で生まれ育ってきました。地球という小さな星に生まれた私たちは、銀河系の一員として宇宙の歴史を共有しているのです。銀河系は形や大きさによって分類されることがあります。私たちの銀河系は渦巻き銀河に分類され、その美しい螺旋湾を持っています。渦巻き銀河は中心の核とその周りを囲む複数の螺旋湾から成り立っており、星々や星間ガスが豊富に存在しています。この螺旋湾の中で星々は生まれ、そして死を迎えます。新しい星が生まれる一方で、古い星は消えていき、銀河は絶えず変化し続けています。私たちが住む太陽系も、この渦巻き銀河の一部であり、私たちの夜空を彩る星々と共に、この壮大な宇宙の中で輝いています。そして、私たちは、この無限に広がる宇宙の中で、星屑として、しかし確かに存在し、宇宙と共に生きています。私たちの存在が宇宙にどのような影響を与えるのかはわかりませんが、私たちもまた、この美しい銀河の一部として輝いているのです。宇宙は静かに見えるかもしれませんが、実は数えきれないほどの物体が飛び交っています。その中でも水星と流星は私たちにとって身近でありながら神秘的な存在です。水星は氷や塵、ガスからなる小さな天体で太陽に近づくと明るく輝きます。この美しい光景は古くから人々を魅了してきました。水星の核は数キロメートル程度の大きさで、太陽に近づくと太陽風によってガスが蒸発し明るい色を作ります。これが水星の特徴的な姿です。一方、流星は宇宙から飛来する微小な粒子が大気圏に入り、空気と激しく摩擦して発光する現象です。これを俗に流れ星と呼びます。流星はその瞬間しか見ることができませんが、その美しさとは裏腹に、宇宙の荒々しさを感じさせてくれる存在でもあります。流星と水星は宇宙の中で旅を続ける星間の旅人。その中には私たち太陽系外からやってきた物体もあり、
宇宙の広がりを感じさせてくれます。彗星や流星を通じて、私たちは宇宙の神秘に触れることができます。彼らは黙々と宇宙を旅し続け、時には私たちにその存在を知らせてくれます。私たちもまた宇宙の一員として、この壮大な旅の中にいるのです。聖観の旅人たちと共に、私たちは宇宙の中で生きています。彗星や流星は、私たちにとって遠く、手の届かない存在かもしれませんが、彼らの旅は私たちの想像力をかき立て、宇宙に対する好奇心を刺激します。宇宙には限りがあるのでしょうか？私たちの宇宙旅行は今、その壮大な疑問へと向かいます。宇宙の果て、その謎に迫ります。宇宙はビッグバンと呼ばれる大爆発から始まり、今もなお膨張を続けていると考えられています。では、この宇宙の果てには何があるのでしょうか？科学者たちは宇宙の果てを探求することで、宇宙の誕生や進化、未来についての手がかりを見つけようとしています。しかし、宇宙の果てについてはまだまだ謎が多く、その全貌は明らかになっていません。宇宙の果ては私たちの想像力を超えたものなのかもしれません。一説によると、宇宙の果てには別の宇宙が存在するとも言われています。これを多宇宙と呼びます。私たちの宇宙とは異なる法則で成り立っているのかもしれません。また、宇宙の果てには壮大な壁が存在するという説もあります。これは宇宙の大規模な構造の一部で、私たちの宇宙が他の何かに囲まれていると考えられています。宇宙の果てを探求することは、私たちが宇宙について理解を深め、私たちの存在について考える手がかりとなります。宇宙の果てには何があるのか、その答えを見つけ出すことは非常に難しい課題ですが、それは同時に人類の夢であり、探求心をくすぐるものです。宇宙の果てを目指す旅は、私たちにとって最終的な目的地ではなく、探求そのものが目的となるのかもしれません。私たちはまだ宇宙の果てにたどり着いていませんが、その過程で得られる知識と経験は、私たちにとってかけがえのないものとなるでしょう。宇宙の広がりの中で、星々の間を彩るのは星間物質です。私たちの探求は今、この神秘的で魅力的な世界へと足を踏み入れます。星間物質は、星々の間に存在するガスや塵のことを指し、宇宙の総質量の約 10% を占めています。これらは宇宙の誕生と死を繰り返すサイクルの中で重要な役割を果たしています。星間物質の中には水素やヘリウムのような元素から複雑な有機分子まで様々な物質が含まれています。これらは宇宙の中で化学反応を繰り返し、新たな星や惑星の材料となります。星間物質の探求は、私たちに宇宙の歴史や進化の手がかりを提供してくれます。例えば、遠くの銀河の中に存在する星間物質を観測することで、その銀河がどのように形成され進化してきたのかを知ることができます。星間物質はまた、宇宙の美しさを作り出す要素でもあります。星間ガスが集まり、星が生まれる領域は、
しばしば鮮やかな色彩と美しい形を持っており、私たちの目を引きます。しかし、星間物質の探求は難しさも伴います。星間物質は非常に薄く、その存在を直接観測することは困難です。科学者たちは様々な手法を用いて、その秘密を解き明かそうとしています。星間物質の探求は、私たちが宇宙の複雑さと美しさを理解する手がかりとなります。宇宙の隅々まで広がるこの素晴らしい世界の探求はまだまだ続きます。私たちは宇宙の神秘に魅了され、その美しさと複雑さを探求し続けます。星間物質の探求は私たちが宇宙をより深く理解するための重要なステップとなるでしょう。これら星間物質が織りなす宇宙の物語は私たちにとって無限の魅力を持っています。その魅力的な世界を解き明かすことで私たちは宇宙の本質にまた一歩近づくことができるのです。私たちの宇宙探索の旅は今、銀河間の広大な空間へと足を踏み入れます。ここでは壮大なスケールで宇宙の謎が展開されます。銀河間の空間は銀河同士が隔てられているエリアであり、想像を超えるほど広大な領域です。ここでは距離の単位が光年をはるかに超え、私たちの理解を超えたスケールで物事が進行しています。この広大な空間の中で、銀河間物質と呼ばれるガスや塵が存在しています。これらは銀河内の物質とは異なり、極めて希薄であるため、観測が非常に難しいのが特徴です。しかし、近年の観測技術の進歩によって、私たちは銀河間物質の存在を確認し、その性質について学び始めています。これにより、宇宙全体の物質の分布や銀河の進化について新たな理解が深まっています。銀河間物質の研究は宇宙の大規模な構造についての手がかりを提供してくれます。銀河同士がどのように相互作用し、宇宙の膨張とともにどのように変化していくのか、その答えを探る手がかりとなるのです。また、銀河間の空間には暗黒物質や暗黒エネルギーといった私たちが直接観測することができない神秘的な物質も存在しています。これらの存在と性質を解明することは宇宙の最終的な運命を理解する鍵となるでしょう。私たちが宇宙の壮大なスケールを理解しようとする中で、銀河間の探索は重要な役割を果たします。この広大な空間の謎を解き明かすことで、宇宙の本質にまた一歩近づくことができるのです。私たちは宇宙の謎を追い求め、その壮大なスケールに驚嘆し続けます。銀河間の探索は私たちにとって未知の領域への挑戦であり、宇宙の奥深い秘密を解き明かす旅となるでしょう。私たちの探求の旅は、ここまで様々な宇宙の秘密を解き明かしてきました。そして最終章では、宇宙の未来と人類の運命に焦点を当ててみましょう。宇宙が誕生してから約138億年が経過しました。この長い時間を経て、宇宙は常に変化し続けています。星は生まれ、死を迎え、銀河は融合し変貌を遂げてきました。しかし、宇宙の未来はどうなるのでしょうか。私たちの観測と理論から推測する限り、
宇宙は今も膨張を続けており、その速度は加速していると考えられています。この膨張が果てしなく続けば、いつかは星が生まれなくなり、宇宙は極めて寒く暗い場所となるでしょう。一方で、宇宙の膨張がいつか止まり、収縮を始めるというシナリオも考えられます。宇宙の最終的な運命は未だ解明されていませんが、私たち人類にとってこの問いは切実なものです。私たちの存在自体がこの広大な宇宙の一部として成り立っているからです。私たち人類が地球上で繁栄を続けるためには、宇宙の法則を理解し、その中で生きる知恵を学び続ける必要があります。宇宙の未来を探求することは、結果として私たち自身の未来を照らし出す明かりとなるのです。宇宙の壮大なスケールと時間の中で、私たち人類はほんの一瞬の存在に過ぎません。しかし、その一瞬の中で、私たちは宇宙を感じ、学び、そして驚嘆することができます。私たちの探求は、ここで一旦終わりを迎えますが、宇宙の謎はまだまだ数えきれないほど残されています。これからも私たちは未知の領域へと足を踏み入れ、新たな発見を求め続けるでしょう。宇宙と共に生き、宇宙を学び、そして宇宙に驚嘆する。私たち人類の旅はこれからも続いていくのです。いかがでしたでしょうか？このチャンネルでは宇宙や科学の神秘をメインにお届けしていきます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。また、あなたの思ったことや最新情報をコメントしてくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。